どうもこんにちは。今日はノルベジェ製法のエプロンダービーの出し縫いをやってます。先日同じくノルベジェ製法のエプロンダービーのすくい縫いやってたんですけど、これ違う方の靴です。この前の靴が、イノシシ側、キャメルのイノシシ側の靴だったんですが、こっちは黒のヒグマ側の靴です。同じノルベジェーゼ製法で同じエプロンダービーなんですが、木型とかね、あとデザインのラインがかなり違うので、印象のかなり異なる靴になっています。今回は出し縫い1回目ですね。この靴の出し縫い1回目が終わった後は出し縫い2回目をやっていきます。この出し縫い1回目は、釣り込んだアッパーを外側に折り曲げて、そのアッパーとミッドソールを縫い付ける縫いです。すくい縫いと同じ太さの糸で、すくい縫いと同じ糸のピッチで縫ってます。ここに見えるのがすくい縫いの糸で、その下に見えるのが今縫ってる糸です。すくい縫いのピッチと同じで縫うんですけど、ピッチというか縫い目を半目ずらして縫ってるので、なんていうかな、交互に縫い目が重なります。この靴のノルベジェーゼ製法も飾り糸を入れないシングルのノルベジェーゼのステッチです。で、糸も全部黒いので、仕上がりとしては以前制作したナンバーズコレクション熊川で作ったノルベジ製法のダービーですね。それと似た質感の仕上がりになります。ノルベジ製法結構派手な印象あるんですけど、全部黒でいくとかなり重厚感のあるどっしりとしたね、なんかなんだろうな、オーラ漂う仕上がりになります。出し縫いの1回目が終わってミッドソールを縫い付けました。今はアウトソールを接着して出し縫いの2回目をかけているところです。この辺ね、すごく糸がね密集してるんですけど、すくい縫い出し縫い1回目、今縫ってる出し縫い2回目です。出し縫い2回目、ここに見えてるのはミッドソールですね。ハンドソン製法だとここウェルトが見えるんですけど、これミッドソールです。でミッドソールとアウトソールを縫い付けてます。ミッドソールをウェルト代わりにウィールをかけて、そのピッチに合わせて出し縫いをしてます。ノルベジェ製法だと結構コバの張り出しが大きくなってごつめな靴になりがちなんですけど、もちろんなるんですけど、僕は結構そのコバ幅を抑えたスマートめなノルベジェ製法が好きなので、その張り出し気味になるコバをなるべく抑えて、ノルベジェーゼでいろいろ装飾的でね、カジュアルな印象ありつつもドレスシューズらしさも残すようなやり方で今回この靴はやってます。
この靴結構木型の見た目がスマートですね。ちょっとフランスっぽい雰囲気を漂わせたっていう、そういうそのトーシェイプのご注文だったので、つま先がかなり流線形というかね、少しポインティー気味になってます。でアッパーもかなり繊細な感じで細かくなってます。なんですが、このノルベージュ製法の底付けに関してはかなりワイルドめなラギットな感じが欲しいということだったので、その糸の太さとかこの糸のピッチとかスマートめなこの小刃には押さえつつも迫力を出す感じでやってます。というわけで出しの縫い終わったのがこちらです。縫い目が1段2段3段と階段状になっています。今この状態、このウェルトというかミッドソールがナチュラル色なのでよく分かりにくいんですよね。なんか糸は黒くて、ウェルトはナチュラルなので分かりにくいんですが、これを黒く染めるとこんな風になります。すごく一体感が出ますね。この見た目、この全体のこの質感、なんかこの辺でごちゃごちゃなんだけど精密にやってますっていうその感じが僕ノルベージュですごく好きで、この糸とこのコバを見るだけでちょっとワクワクしちゃいますね。これを全周ですね、かかと周りまで含めて360度を塗ってあります。そうだ、でこれとあとこの前やってた犬主側の方はすくいに仕上がってこんな感じですね。まだこれソールつけてません。中物まで終わったところです。こっちはね糸が白いんでまた結構印象が違いますね。しかもこっちの靴はさっきの黒い方と比べてより複雑な作り方でやっていきますので、こちらも楽しみにしていただければと思います。というわけで、また動画にしていきたいと思います。それでは。